どうもかいです。僕は今静岡伊豆に来ています。今日はここ伊豆エリアに気になるお宿を見つけたのでやってきました。アバリゾーツ伊豆座魚荘というお宿に宿泊します。伊豆らしい大自然に囲まれたプライベート感満載の中で温泉と美食をいただけるお宿ということでとっても楽しみです。では行ってみましょう。で、今最寄り駅の伊豆高原駅に到着したところで、アクセスはここ伊豆高原駅から無料送迎で5分程度で行くことができます。特急踊り子に乗れば東京からだとだいたい2時間ぐらいで来ることができますね。駅前にはこんな感じで足湯もあります。駅前にはタクシーがこうやって並んでますけど、こんな感じでこの辺りにあるお宿の名前が書かれてますね。座魚荘もあります。左下あたりに。では駅からお宿に向かいます。伊豆高原駅の周辺には桜並木があって、散り始めですがまだギリギリ桜の綺麗な景色を望むことができています。伊豆高原駅からは車で約5分とあっという間に到着です。国道から少しそれて浮山温泉郷というエリアに入ってきました。到着して今見えている目の前が本館。客室はもちろんロビー、レセプション、大浴場がある棟です。今回はビラタイプの客室に宿泊なんで、そのまま車で客室に向かってチェックインすることができるようになってるんですけど、ひとまず皆さんにこの本館のパブリックスペースをお見せします。このたくさんの緑に囲まれた雰囲気が古き良き和風の建物にマッチしていますね。今回宿泊するアバリゾーツ伊豆座魚荘は1968年創業で、今年で56年目を迎える老舗温泉宿です。国立公園の手つかずの大自然に囲まれた浮山温泉郷というところにあり、6000坪の豊かな自然の中で全室温泉付きのプライベート感満載の空間で温泉と美食を味わえます。本館の中に入ってきて、目の前小上がりの畳になっていて、ここで靴を脱いで、ここからくつろぎの空間です。老舗の温泉宿で、ここの本館は結構築年数が経っているとは思うんですけど、おそらくリノベーションなどもされていて、見ての通り館内はとっても綺麗です。ロビーにはテーブル椅子もこんな感じでたくさん並んでいて、ここにレセプションがあります。入り口入って右手のところには売店がありますね。コンパクトな空間でありながらも厳選された伊豆らしいお土産類、伊豆の名産品をはじめ各種お土産が置かれています。ここで何かを買って家に帰って、アバリゾーツ伊豆座魚荘の思い出に浸ることができそうですね。山桃とニューサマージャム、レジの隣に置かれたら買っちゃいそうですよね。これは美味しそうなアジと金目鯛の干物。お食事で美味しい魚もいただけそうですね。で、これとかめっちゃ気になりませんか？シェフおすすめのキャビアバタープレミアム。特別な贈り物、お土産に買って帰りたい。で、レセプションのさらに奥に進んでいったところにもお土産どころがあって、ここには厳選された陶器、焼き物、グラスなどが販売されています。で、お土産どころの向かい、こっち左手の方に行くと温泉施設があるんですけど、それは後で見に行きます。その前にこっちにすごいものがあります。ハーゲンダッツのアイスなどが並んでいるんですけど、なんとこれは販売機ではなく、宿泊者は無料でいただくことができるとのことです。なんと太っ腹なサービス。で、2階にはこんな空間もありました。ギャラリーですね。お宿のオーナーさんが日本刀への思いを強く持っているとのことで、人間国宝が手掛けた日本刀や約804年の刀などを多数展示しています。事前予約をすればスタッフ解説付きで日本刀鑑賞のアクティビティを楽しむこともできます。旅館は日本が世界に誇る宿泊文化ですが、その中で日本文化をさらに体験することができる機会があるのは素晴らしいですね。
はい、客室の前に到着です。今日泊まる露天風呂付きビラ、こんな感じで贅沢に敷地を使ってますね。こっちから中に入っていきます。307号室ですね。ここのお宿は全35室で、そのうちビラタイプが16棟。さっき言った本館にもこんな感じでたくさん客室が種類あるんですけど、僕が今回泊まるのはこのビラタイプの客室。ビラタイプもいくつかの種類の客室があって、今回は露天風呂付きビラ。ビラタイプの中では最もリーズナブルな客室に宿泊します。で、入り口がここですね。中入ります。鍵はこんな感じで丸型のすごい可愛らしい作りになってます。はい、オープン。まず入って広々とした玄関ですね。左手にはこれ植物飾られていて、この辺のなんか一つ一つのオブジェもこだわりを感じますね。で、こっち右手がリビングのエリアになってて、とっても広々とした空間が広がっていますね。このソファーも落ち着いていながらもすごい高級感を感じる色合いでいい感じで、ローテーブルもこれ組子細工が使われていて、すごい高級感がありますね。で、真ん中に置かれているのはおやつのサービスですね。静岡茶を使ったラングドシャで、館内の案内が置かれていて、こっちの奥見に行ってみましょうか。ここが寝室になってます。でもこうやってリビングと寝室が一つながりになってる空間が個人的には好きなんでいいですね。ツインベッドになってて、でもこの仕切りのところもこうやって和紙が照明のところ、間接照明使われていていいですね。これ高級感のある感じ。天井はこんな感じでちょっと斜めになってるんですよね。でも高さがあるからすごい開放的で素敵な雰囲気ですね。で、ベッド周りはこっちの方に照明のスイッチとかコンセントがあって、ベッドボードにはアート作品が何か飾られていますね。で、ここにはリラックスする音楽とかを流すことができるようになってます。で、枕もこれフロントに言えばそば柄、低反発とか羽以外のやつも準備してくれてますね。この辺もね、クッションとか抱き枕とかすごい豊富に準備されてますね。さすが高級旅館ですね。で、こっちの方には広々と、これ横幅めっちゃあるな、デスクがあって、で、真ん中に椅子で、これアンケートか。この辺には旅館コレクション。これ全国の素敵なお宿の写真集が集まったものかな。で、こんな感じでアバリゾーツもありますよっていう風になってます。そしてもう一回こっちのリビングに戻ってきて、奥の方に素敵な中庭が見えてますけどね。ちょっとそっちに行く前にこの右手です。この辺がミニバーのスペースですね。給湯器があって、コーヒーも結構カフェインレスのものとか、いつもあまり見ないような容器ですけどね、これいろいろと揃ってます。で、こっちには紅茶、最高金賞ドリップと、この辺もいいものが置かれているんですね。で、奥には2リットルのペットボトルの水が置かれてますね。で、コーヒーメーカー、この辺りはウェルカムサービスさっき飲んだんで使った後なんですけど、抹茶の容器で、奥にはグラスも見えてます。そしてこの下ですね、右手の扉開けると冷蔵庫があって、中にこうやってドリンク入ってますけど、なんとこの中のドリンクすべてインクルーシブサービスになってます。右手、地元の牛乳とかお水とかポカリスエットで、奥にはアサヒスーパードライレモンサワー、スパークリングワインの無料サービスもありますね。これはシャンパンですね。で、これはなんだ、珍しい、ナッツとクラッカーですね。飲み物じゃなくて。で、左手の扉を開けると、ここには茶器があります。なんかこれ刻まれてますけど、地元の陶器が使われてるのかな。で、この2段目にはコーヒーカップですね。ナルミのものが使われてます。一番上にはグラス類、左手、こっちにも茶器がありますね。
グラスもこれメーカーがこうやって書かれてます。お茶っ葉もこんな感じで2種類あります。そしてお待ちかねのこっちの露天風呂があるエリアに行ってみましょうか。外出ると、いやー、これはめちゃくちゃいい雰囲気ですね。これ広々としたソファーがこうやって置かれていて、ちょっと今日ね朝大雨降ってたんで、この辺クッションがまだ置かれてなかったりしたり、葉っぱが散ってたり濡れてたりはするんですけど、それでもお昼からは晴れてくれてるんで、とってもいい雰囲気ですね。目の前にあるのは水盤テラスですね。いやでも振り返ってみると、こうやって客室のお庭のところに水盤テラスが贅沢にあるお宿って今まで泊まったことないんじゃないですかね。過去動画振り返ってみても。やっぱ敷地面積が広いだけあって、この辺り客室贅沢な作りになってますね。そして奥には広々とした露天風呂がこんな感じであります。周りがヒノキで中は石造りになってます。でもちろんこれはずっと温泉流れっぱなしなので、いつでも好きな時に浸かることができるようになってます。温度設定はフロントに頼めばやってくれるとのことです。こりゃ入るの楽しみだ。そしてもう一回中に戻ってきて、こっち側が水回りスペースになってます。贅沢に洗面台がこれ2つあるのが素晴らしいですね。で真ん中アメニティ見てみると、高級ホテルに泊まらないと絶対に置かれてないやつ、これブルガリのアメニティが置かれてますよ。今までだとバリ島のブルガリホテル、あとは湯布院の月光寺だっけ、そこでブルガリのアメニティ見ましたよね。でちゃんとこれ2人分準備してくれてるっていうのがいいですね。これが売店でも置かれていたやつですね。ナチュラルオーガニックのオイルで、ソープもあって、この辺は過不足ないですね。ハンドソープ、これもナチュラルオーガニックのやつで、ここの真ん中の引き出し開けたところにまた各種アメニティが揃っていますね。スキンケアセットやボディタオルやカミソリ、歯ブラシなど。スキンケアセットの中にはこうやってクレンジングとか乳液とか一通り揃ってますね。で洗顔の後に使用するこのフェイスマスクまでありますよ。これは女性の方嬉しいんじゃないですか。で下の引き出しにもドライヤーの袋が入ってて、ヘアアイロンとかもありますね。そして右手には拡大鏡、これも電源ボタンを押すとこうやって電気がつくようになってます。そして左手、ドライヤーは風力抜群のダイソン製です。で下には椅子、この辺には各種タオルが置かれてて、バスローブも下にこんな感じでありますね。で洗濯かご、床暖もこれ足元あったかいんでついてますね。でここの扉の先がこうやってシャワールームになっていて、ハンドシャワーがついてます。でこの先がさっき見ていた露天風呂ですね。で反対側、この扉の先がこんな感じでお手洗い、トイレになってます。いやでもこの水回りが全部この一つの空間になってて、リビングと寝室、お庭の方までこう一つながりになってて、すごい間取りがいいですよね。これ個人的にはすごい好きな間取りですね。でもう一回玄関の方戻っていきます。で玄関入って、ここの正面がウォークインクローゼットになってるんですよね。これめちゃくちゃウォークインクローゼットスペース広いですよ。右下には僕の荷物がありますけど、ここには浴衣セットかな、緑のが羽織物になるのかな。そして下にはこれが男用の浴衣、帯とか靴下がありますね。で上にハンガー、そしてスリッパこんな感じでしっかりと厚みのあるタイプでふわふわですね。でこっちの入り口側に大きな姿見がある感じですね。ブランケットも置かれてます。でここの引き出しが1つ目セキュリティボックスになってて、下は特に何も入っていませんでした。じゃあ今日はこの客室で1泊です。いやー、想像以上に客室がいい感じでしたね。
到着した時は古き良き日本旅館のような感じなのかなと思ったんですけど、現代のニーズにも応じたモダンな作りにもなってて、機能性もあって、でやっぱりこの広大な面積持ってるんでね、テラスの雰囲気がほんと贅沢ですよね。で、この客室の料金は2名1室2食付きでだいたい20万円ぐらいですね。時期によって変わりますし、割引とかセールやってる時だったらギリギリ10万円台で泊まれるっていう感じですかね。完全離れてこれだけ贅沢な設備が整っているとそれぐらいするのかなという感じですけど、ただ客室タイプはたくさんあるので、この後はお宿の方に協力いただいて、少しリーズナブルな客室とか、ここよりもさらにグレードの高い客室、皆さんにお見せできるんでね、そっちにも行ってみましょう。あとは大浴場と貸し切り風呂もあるようなので、そっちも見に行ってみます。はい、では他の客室を見せていただきます。まずここが東館の和室半露天風呂付きの客室になりますね。入ってみます。まずは玄関ですね。とっても広々とした空間になっていて、畳のエリア、この辺の置物、袋、とっても可愛らしいですね。で、ここが冷蔵庫とかが置かれている、ミニバーというべきか。さっきもこうやってまた特徴的な扉になってますね。いろいろすごいこだわりを感じます。で、冷蔵庫内は僕の客室と同じように無料ドリンクが入ってます。そしてこっち側和室の広々空間になってて、いやーいいですね。これはこれでまた自分が泊まってる客室とは違って古き良き日本旅館の雰囲気になってます。床の間にも綺麗にお花が飾られていますし、広縁がこうやってすごい広々とした空間になってて、ゆっくりとくつろげそうですね。こたつもついていて、これがリラックスできそうなチェアが置かれていて、窓が本当に広々としているので、この客室もすごい開放的ですね。緑に囲まれた森の中にいるっていうことが存分に感じられる雰囲気になってます。で、こっち側に水回りがあるのかな。左手にトイレがあって、こっち側奥に2つ洗面台があるのが素晴らしいですね。アメニティも同じようにブルガリが置かれていますし、こっち側には贅沢に化粧台、パウダールームがありますね。これは女性の方嬉しいんじゃないですか。で、反対側振り向いたところに半露天風呂、扉を開けてみると、こうやって小ぶりではありますけど、客室で温泉を楽しむことができるっていうのはいいですね。こうやって目の前大きく四角形オープンエア広がってるので、半露天って言ってもね、露天と言っても遜色ないぐらいに気持ちのいい風が中に入ってきます。で、こっち側にはもちろんシャワーもついています。次にビラタイプの客室の違うタイプを見に来ました。ここがグーミービラという客室になります。ちょっと芝刈り機がね後ろなっていますけど、中入っていきます。こっちはこっちでまた違う雰囲気が出てますね。扉オープン。はい、まず入って玄関ですね。ここも広々した空間ですけど、やっぱりビラタイプの客室の方が新しいんでね、ちょっとこうモダンな空気感が流れていて、いやーでも木のすごいいい香りが漂ってきますね。ここもで入ると、まずはこんな感じでリビングスペースが広がってます。ここの客室は本当に面積が広々としてますね。家族向きというふうにスタッフさんも言ってました。で、こっち側にはコーヒーや陶器、グラスカップなどが置かれているエリアなんですけど、めちゃくちゃおしゃれじゃないですか。この上にあるオブジェとかも何をイメージしてるんでしょうかね、これは。で、リビングからはこうやって奥に緑の景色が見えていて、広々としたソファーにテレビがあって、ここはこうやって広々とした和室もあるんですよね。僕の客室にはこの和室のスペースはなかったんでね、ほんと贅沢です。ここに布団を敷いて寝ることもできるんでね、最大4名まで泊まれます。で、反対側行くと、ここが寝室になってて、畳の上にこうやってベッドが置かれている感じですね。で、天井がやっぱ高いな。で、こっちにテラスです。これも広い。
テラスの空間も広々とした空間になってますね。贅沢に大きなソファーも置いていて、右手奥の方に露天風呂がついてます。僕の客室は1階だったんで、ここはちょっと高さが出てますね。見た感じ、下の方まで緑の景色が続いているんで、より森に囲まれた雰囲気を味わうことができるようになってます。そしてベッドルームの奥に抜けていくと水回りがありますね。ここも洗面台が2つ、これ横幅めちゃくちゃ広いからすごい使い勝手良さそうですね。でシャワールームもこれめっちゃ広いな。これは使い勝手良さそうですね。レインシャワーとハンドシャワーで、浴槽のサイズも僕が泊まっているビラと同じぐらいの広さがあって、浸かるとこうやって森の中でゆっくりとくつろいでいる感じの雰囲気に浸ることができますね。でもう一回戻ってきて、こっちにもスペースがあって、この扉の先にはトイレも広々空間になってます。そしてこれ奥の扉を開けると玄関につながっていて、この間取りというかね、回遊性がすごくあって過ごしやすそうですよね。でこの客室にも広々としたウォークインクローゼットがあります。そして次、ここがプール&露天風呂付きビラという客室になっていて、もうこれ一軒家のような贅沢な建物が目の前にありますけどね、本当に別荘地みたいですよね。でこっち入り口、門もこれ贅沢な門構えですよ。こっから入っていきます。こうやって階段を登っていく感じですね。桜の花びらがねたくさん散っていますけど、上がってきてここが玄関です。では入ります。中入って、まずは玄関、そして左手入っていくとリビングがありますね。うわ、ここもまたすごい広々とした空間になっていて、ソファーとテーブル、テレビがあって、ぐるっとこっち側まで来てみると奥にすごい広々としたテラスが見えてますけど、外出てみますね。これすごくないですか。目の前大きなプールがズドンと、想像以上に広々としたプールですね。客室の中にこんな大きなプールがあるところ、今まで泊まったことあるかな、あんま記憶にないんですけどね。いや、そして奥の方には緑がたくさん見えているので、本当にこれ東南アジアのリゾート地バリ島に来たかのような空気感が広がっていますね。まさに和と洋が融合したような客室というかね。で奥にはこうやって屋根付きのお風呂もあるのでね、もし雨が降ったとしても快適にお風呂には浸かることができるようになってるってことですね。こうやって使ってみると緑の景色を望んで、そして体がちょっと夏とかだとね暑いなっていう風になると思うんで、その時はすぐに水風呂じゃないや、プールですね。プールにドボンできるっていう贅沢な施設ですよ。これはすごい。いや、金銭的に許すんだったらこっちに泊まるのもいいですね。でもう一回中に戻ってきて、ここに寝室ですね。ここも畳の上にベッドがあるタイプですね。で奥に行ったら、この辺はさっきまでのビラと同じような感じで、洗面台が広々2つ贅沢に並んでいて、右手にはシャワー、その奥にさっき見た露天風呂があって、こっち側正面の扉を開けるとこうやってトイレがあって、右側には広々としたウォークインクローゼット、そして奥の扉を開けると玄関へとつながる回遊性です。そして次にこのお宿で最もラグジュアリーなタイプの客室です。プール&サウナ、ジャグジー、露天風呂付きメゾネットビラですね。メゾネットなんでこうやって2階建てになってますね。もうほんと一軒家のような贅沢な作りですね。でここもこうやって綺麗な門があって、その先抜けていくと、はい、玄関ですね。入ります。これは楽しみだ。まず入って玄関、そしてこの先にリビングスペース。すごい。ここは目の前入ったところにダイニングがありますね。なんで客室で
いう朝食をいただくことができるということです。インルームダイニングで、左手見てみるとリビングのスペース、ソファーとローテーブル、テレビですね。でここはやっぱメゾネットなんで、こうやって天井がとっても高くて広々と開放的な雰囲気が素敵ですね。壁には組子細工なども使われているんで、和の高級感にあふれてます、この辺りは。でもちろんこの客室にもプールがついていて、ここ出てみるとさっきの客室と同じように広々とした贅沢なプールがこうやってあります。これ左手奥にはお花も綺麗に見えてますね。でこっちの奥進んでいくと大きなソファーもありますし、この客室はこのプールの横にジャグジーがついてるんですよね。いやもうほんとリゾート感満載ですね。でさらにはこっち先に見ちゃいますけど、なんと客室の中にこれがついてます。サウナですね。いや客室の中にサウナがあるなんてめちゃくちゃ贅沢なんですけど、このサウナで体を整えて温めて、これまたプールドボンができるということなんでね、もう至れり尽くせりの客室ですね。不足しているものがない。で客室戻ってきて、メゾネット2階に上がってみましょう。この先には2階が寝室になってるんですね。ベッドが2台並んでいて、真ん中にちょっとしたデスクのようなところがあって、ここにも椅子とテーブルがあって、これ奥すごい。2階にもこうやってバルコニーがついていて、なんとこっちにはこうやって四角形の露天風呂がついてます。さっき下にジャグジーもあったんですけど、こっちはこっちで温泉楽しむことができるということですね。いや客室に2つも露天風呂がついてるなんて贅沢すぎるわ。でこの寝室の奥に洗面台、水回りのスペースですね。これ右手にトイレがあって、シャワーが左手と、基本的にこれ2名で泊まるような客室なんですけどね、2名で泊まるにはちょっとこれ贅沢すぎますね。本当に特別な日とかにね、リゾート感たっぷり味わいたい日に泊まりたい客室です。でもう一回1階に戻ってきて、こっちにも水回りがあります。2階にもあったんですけどね、こっちは1つだけちょこんとあって、この辺シャワーと反対側にトイレですね。で最後にここにキッチンがなんとついてるんですけど、インルームダイニングがあるんで、スタッフさんがここを利用したり、もちろん宿泊者でも利用はできるようになってます。でここに分かりやすい地図がありました。僕が宿泊しているのがこの307で、ここに露天風呂付きのビラが固まってるみたいですね。でこの辺に、ワンちゃんでも行けるような露天風呂付きのビラがあって、こっち側にメゾネットタイプとかルーミービラとか違うタイプのビラの客室で、こっちが本館になってるんですね。こうやってドローンで撮った写真を見ると、緑に囲まれたリゾートになってるっていうのがよくわかりますね。では大浴場に行ってみます。ここのロビーのお土産どころよりもさらに奥に行ったところに温泉施設があるみたいです。この辺りは何かいろいろな賞ですね、盾が並んでいますね。プロが選ぶ日本のホテル旅館100選選ばれてるんですね、2024年で。こっち扉の先にオープンエアになって、この辺りもとってもいい雰囲気が流れているじゃないですか。水の音が心地よくこっち側にも聞こえてきていますよね。右手はまた日本庭園になっててね、竹、竹林も見えてて、そしてここの先に和食どころ、明日朝ごはんをいただく予定なんで、その時にこっち側右手にある和食どころに行くって感じですね。で温泉はさらに先の方にあります。ここだ。心地のいい水の音、ここから流れてたお水ですね。結構広々とした空間になってますね。で右手に建物が見えてきましたけど、ここの先に庭園露天風呂が
こっちにあるってことですね。でこっち側奥進んだところに大浴場の施設があるみたいです。この扉の先が客室ですけど、こっち側ですね。この辺りも古き良き日本旅館のような雰囲気が流れてますね。そしてこの建物の先が大浴場です。中入るとまずはここに畳の湯上がりスペースがありますね。でこっち右手見てみるとご自由にお飲みくださいとポカリスエット、お水のサービスも置かれてます。で男女ありますけど、これは時間帯によって入れ替わるみたいです。まずはこっちの男湯に入ってみます。でここに脱衣スペースですね。右手には洗面台や各種アメニティ、ボディタオルとかヒゲ剃りとかかな。今は男湯なんで男用のアメニティがこんな感じで取り揃えられていて、バスタオルとハンドタオルもちゃんとありますね。で左手見ると浴室入ります。浴室の中はこうやって大浴場は内湯が大きく広がっている感じですね。奥の方には緑の景色も見えています。で左手にはこうやって体を洗うスペース、アメニティもついていて、大浴場にはこれでサウナがついているので、サウナ好きの人はここの大浴場を使いたいところですね。でもう一つの方の浴室、ここがまずは洗面台のスペースがこうやってあって、ドライヤーはお部屋と同じダイソンが置かれてますね。そしてこっちはサウナももちろんあって、大浴場内湯はさっきよりもちょっとだけ広いのかな、くの字型といえばいいのかな。奥の方まで浴槽が伸びていて、窓の面積もこっちの方が広いのでより明るくなってますね。左手の奥の方にはちょっと桜も見えていますけど、石造りでこれもなかなかいい雰囲気ですね。次に庭園露天風呂の方にも行ってみましょうか。こっち側ですね。進んでいくと手前側と奥にお風呂があります。これも男女時間帯によって入れ替えられます。歴史ある旅館ですけど、この辺はやっぱりリノベされてて綺麗ですね、外観も。では中に入っていきます。玄関があって、この先に脱衣スペースですね。右手にカゴとか貴重品ロッカーもあって、こっち側に洗面台が3つあります。でタオルももちろんあって、ここにもポカリスエット、お水のサービスがありますね。で中入ってみます。露天風呂ということで完全オープンエアで、体を洗うスペースも3つここにあります。そして露天風呂はこれはめちゃくちゃ広々とした露天風呂ですね。これはもう大人10人ぐらい一緒に入ることができるんじゃないかってぐらい贅沢な広さを誇っています。で完全に露天風呂の空間なんで、上を見上げると綺麗に空を望むことができるっていうことですね。夜だったら星空とかも眺めることができるんじゃないですかね。いやこれは快適な温泉タイム楽しめそう。でもう一つの庭園露天風呂もやってきましたが、脱衣スペースがあって、こっち抜けていったところに露天風呂がこんな感じであります。さっきよりもちょっと小ぶりな感じですね、浴槽は。湯船に浸かればこうやって緑の景色を眺められます。で貸し切り風呂もあります。東館のこれ2階にやってきたんですけど、札が開いていますという状態だったらいつでも入っていいみたいです。で扉を開けてみると、これすごいな、階段になってて奥の方まで登っていくと露天風呂があるっていうことなんですね。ジブリのようなワクワク感をちょっと感じますよ。で入ってくると結構これ脱衣スペースも開放的な感じですけど、タオルもちゃんと備え付けられていますね。いい感じだこれ。
まず浴槽が、大人2人だったらギリギリ入ることができるぐらいのサイズ感になっていて、シャワーもついてて、これ高さがあるからこんな感じで奥の方に海の景色が見られるっていうのはいいですね。泊まってるビラタイプの客室は広々とあっちはあっちで雰囲気はいいですけど、海の景色が望めないんでね、より開放的な雰囲気が好きな人はこの貸し切り風呂もありですよ。こちらなんですけども、こちらこの地域に群生している山桃の実というものを模しておりまして、こういった赤い実なんですけれども、こちらはお抹茶と合うように白あんと梅のエキスで作っておりますので、ぜひご一緒にお召し上がりください。ではウェルカムサービスですね。これ本格的な抹茶が出てきた。すごいね。しっかり渋みがあって濃厚で美味しい。これがこの辺りによく生い茂っているヤマモモっていう木の実に見立てたって言ってましたね。表面がちょっとサクッとしてるけど、中はすごいしっとりと柔らかいですね。で、甘みの中にちょっと梅の香りがアクセントとしていい感じですね。上品なおやつっていう感じ。でもウェルカムサービスでこうやって本格的な抹茶ってなかなか出てこないんでね、クオリティ高いですよ。はい、では今日はこの贅沢なヴィラの客室でゆっくりとしたいと思います。まずは早速温泉に浸かりましょう。はい、温泉に浸かりましたけど、これはめっちゃ気持ちいいわ。まずこれ湯船が本当に広々としてるから、足を思いっきり伸ばして大の字になってくつろぐことができますね。で、これ目の前広々としたお庭、緑の景色ですね。やっぱ水盤テラスがあるだけでね、なんかすごい特別感を感じますよね。海外のオーシャンリゾートホテルとかだとこういうビラタイプの客室たくさんあると思うんですけど、温泉ホテルでこのビラタイプっていうのはね、僕もなかなか泊まる機会ないので特別感がやっぱりすごい。で、温泉の温度はちゃんとフロントで管理してくれてて40度弱で、とってもちょうどいい温度設定だと思いますね。しっかり体を温めてくれて。で、泉質はアルカリ性単純泉、無色透明の癖のないお肌に優しいタイプの温泉ですね。ずっと肩まで使ってるとさすがに少し熱くなってくるので、この段差になってるところで半身浴をしてこうやってゆっくりすることもできますし、左手にはソファーもあるんで、あそこでゆっくりと体を涼ませるのも気持ちがいいですね。いやー、なんて贅沢な日中の過ごし方でしょうか。はい、じゃあいただきます。うまいね、やっぱりニューサマーオレンジ、ちょっと酸味が強めのみかんの風味、この柑橘系のドリンクがやっぱ温泉と合いますね。最高だ。はい、ではこれからディナーで、これがさっき見せたフロント棟の正面にあるレストラン、お食事処ですね。フレンチのダイニングになります。ちょっとモダンで新しい雰囲気ですよね。レストランの名前は山桃っていう風に書いてますね。中入ると、ここにも売店で販売されていた陶器がこんな感じで置かれてますね。そしてこっち側、
今日は団体のお客さんが入ってるみたいなんで、こんな感じで結構大きくテーブルがまとめられていますね。いつもだったらもうちょっとテーブルの個数が多くて点在しているみたいです。左手奥の方にもテーブルが見えてますけど、でも窓の向こう側には緑の景色も見えていて、ここのレストランも森の雰囲気を感じられるようになってます。でこっち右奥の方には畳のエリアもありますね。で鉄板焼きのエリアもあって、1日6席限定でいただくことができます。ここの正面の窓からは今の時期だったら綺麗に桜も見えてますし、その奥には海も見えますね。で今回は個室でいただきます。ここも窓がついているので奥に桜が綺麗に見えてますね。席について、まずは真ん中にメニュー表開いてみると、こんな感じで並んでますね。豪華ラインナップ。和食と鉄板焼きとフレンチとあって、今回はフレンチを選んだわけですが、なかなかねフレンチはいただく機会がないんで楽しみですね。でドリンクメニューはこんな感じ。左手にアルコール、ビール、ウイスキー、日本酒、焼酎、カクテルが並んでいて、右手ノンアルコールのメニューも充実していますね。静岡はやっぱりお茶どころなんで、右手真ん中すごいこだわりの高級なお茶なども並んでいます。フレンチということでこんな感じでワインリスト、ワインの種類はたくさん並んでいますね。気になる人は一時停止ボタンを押して見てみてください。お食事に合わせて提供するワインペアリングもあります。まずはこちら浜松で無農薬でバジリコだけを栽培しているバジルハウスさんから届いたホーリーバジルティー、それに茎茶とあとは炭酸ガスを加えて仕上げて作ったお茶でございます。バジルの爽やかな香りとテイスト、それにあとは炭酸ガスの心地よいガスが食欲を増進させますので、まずこちらで、1品目のモナカとサザエと山菜までお楽しみくださいませ。お手に取っていただいてお楽しみください。モナカです。中には黒毛和牛、白味噌マスタードで和えた黒毛和牛をダイス状にカットしたタルタルと、あとは一緒にウニと卵黄を使ったシュラムソース、あとはアクセントにシブレットに木の実を詰めておりますので、お手に取っていただいてどうぞお楽しみください。こちら春の山菜とサザエを組み合わせました一皿でございます。小ごみですとかうぐい、タラの芽といった山菜に、あとは柔らかく蒸し上げたサザエと、あとは3種類のソースが一緒になっています。白いソースはこぼれ梅といってみりんの搾りかすを加えた自家製マヨネーズ風ソース、その上に添えておりますソース、これは新玉ねぎのピューレ、あと山菜の下には焼きナスのピューレと組み合わせておりますので、お好みのソースとご一緒に絡めてどうぞお召し上がりください。それにあとはアクセントに甘いの本わさびを一緒に添えております。こちらをどうぞお楽しみください。ではティーペアリングでまず1つ目出てきました。いただきます。いやーすごいな、これ今まで飲んだことがないような味わい。お茶にこのバジルの風味、フレンチなんでね、洋食と確かに合いそうなティーっていう感じですね。そこに炭酸ガス、シュワシュワっと発泡酒じゃないですけどね、ビールのような感覚で飲むこともできるようなティーですね。これは新食感、面白い。で、最初モナカですね。これね、食べちゃうとちょっと中見れないと思うんで、中にぎっしりと和牛が入ってます。でもこのモナカの中に和牛が詰まってるっていうのも新食感ですよね。でちょっと辛みのあるからしマヨネーズのようなこのオレンジのやつですね、ソースがまぶされてるっていう感じで、緑のハーブも中に入ってるんでさっぱりと仕立て上げられてますね。いきなり和牛の風味を楽しめるっていうのは贅沢すぎますね。これはね、絶対お肉だから合うと思う。これとちょっとビールのような感覚で、これは肉との相性がいい。サザエと山菜、まずはこの山菜ですね、ソースにつけて、そしてサザエも
ね、白いソースがとっても上品で美味しいんですよね。どっかで食べたことがある味。ちょっとこう甘みが強めなんだけど、こうコンソメのようなこう洋風な風味に仕立て上げられていて、うまいですね。でもこの周りに添えられているわさびとか、このジュレですね。和風の風味がするジュレですね。味の変化を楽しみつつ、鮮度の高い山菜とサザエのコリコリ食感を楽しめて、これもうまいですね。続いてのお料理は、お皿の中央にモッツァレラチーズをご用意しております。これは千葉の木更津から届いた日本で唯一と言われてます水牛から作られたモッツァレラチーズです。非常にミルキーで美味しいモッツァレラチーズに、あと周りにクヌギマスといって富士宮でクヌギさんという方が養殖をされているマスとタルタルにしたものと、あとは赤いムース、これはアメーラトマト、静岡で有名なトマトですが、これをムースにしたものと、掛川産の無農薬のキウイフルーツで、下には先ほどもお茶でお召し上がりいただいたバジルハウスさんから届いたバジルを使ったバジルペーストです。こちらが一緒になっております。フルーツサラダみたいな感じでお楽しみいただければと思います。はい。で、一緒にご用意したお茶が東方美人というロイヤルブルーティーから作られております。台湾産の青茶を使った半発酵茶ですね。ウーロン茶と言えばいいでしょうかね。完全に発酵されすると紅茶になります。こちらと、このお料理とお楽しみいただければと思います。はい、ありがとうございます。パンは大麦若葉を練り込んだ自家製のパンとなっておりますので、ご一緒にどうぞ。いやー、このお皿もお料理も芸術品のように美しいですね、見た目これ。では、モッツァレラチーズとマスですね、下の緑のソースにつけて。これも今まで食べたことがないような味わいです。マスの風味がクリーミーなチーズとともにふわふわっと広がっていくんですけど、そこにちょっと甘みのあるソースで、この下の緑、バジルの苦み、甘みや苦み、そしてお魚の旨み、オリーブオイルもかかってて、洋風な上品な風味が口に広がっています。お魚にフルーツ、キウイが合うのかなっていうふうに思うんですけどね。がっつりお魚の風味がするっていうよりも、ふんわりとマスの風味が広がっていくんで、うまく甘みと酸味をキウイが付け加えてくれて全然合うんですよね、不思議と。いや、マスの風味にトマトソースとチーズとキウイすべて相性抜群ですね。よく考えたな、こんなん。そして2つ目のお茶が出てきました。これはさっきとまた全然違うティーですね。和紅茶のような風味、ウーロン茶にも近いかな。ちょっと上品なウーロン茶という感じです。いろんな味覚がこの中に入ってるんで、それぞれの味を邪魔せずに引き立ててくれますね。そしてパンもすごい中が緑色になってる。これもほんのりとコクと、そしてよもぎの風味が優しく広がって、ふわふわもちもち。うまいわ。和紅茶と合う。本当にお料理と合うティーペアリングで出てくるのいいですね。お料理を二重で楽しめる感じ。大きなお皿には、旬の有機野菜、こちらを盛り合わせました。一皿をご用意いたしましたので、野菜は全て無農薬の野菜を、この地元一高原とか、あとは三島から届いた三島野菜ですね、こちらを中心に盛り合わせてます。で、上の泡はオレンジの泡、あと下にはタルタルソースを忍ばせてるんですけども、自家製のタルタルソースにはちょっとぬか漬けの風味を加えて仕上げたタルタルソース、はい、こちらが一緒になっております。ソースとお野菜絡めてお召し上がりいただければと思います。あとちょっと仕上げにかかっています緑と茶色2種類のクランブルですね。緑色はほうれん草、あと淡い茶色はこの地元の味噌とナッツを使ったクランブルのパウダーです。大地をイメージした一皿ですね。こちらでのご用意となります。花の方もエディブルフラワーですので召し上がりますので、ぜひご一緒にどうぞお楽しみください。はい、で、一緒にご用意したお茶は、藤枝から届いた無農薬の茎茶ですね。それに、レモンのフレーバーを加えて作った和のアールグレイを意識して作ったお茶ですね。レモンの爽やかなフレーバーと茎茶の繊細なタンニンとちょっとベジタブル的なニュアンスがお野菜と組み合わせがすごく面白いかと思いますので、どうぞこちらを続いてお楽しみください。はい。
いただきます。これね、ちょっと動画だと分かりにくいかもしれないですけど、お皿めちゃくちゃでかいですよ。こんなお皿今まで記憶にないほど。いや、そんな中にどっさりと無農薬のお野菜がたっぷり。さっき映ってなかったけど、これ、中見てみると、じゃがいもとか、人参とか、かぶかな、そのあたりが入ってますね。まずこの緑の野菜を一気に。野菜シャッキシャキでみずみずしくてめっちゃうまいな。そこにこの泡はね、本当にほんのりとみかんの柑橘の風味で野菜の味をより引き立ててくれますね。人参もこの下のタルタルソースにつけて。人参めちゃくちゃ甘いですね。こんなに人参って甘くなるんだ。で、下のタルタルソースはちょっとこう濃厚な風味も楽しめて、一つのサラダですけど味わいの変化も楽しめるし、やっぱ伊豆は山もあり海もあり自然に恵まれてるんでね、その鮮度の高い素材を仕入れることができるからうまいですね。で、また新しく出てきたお茶。これはレモンが入ってるっていう風に言ってたんでね、ちょっとこうすっきりとした柑橘系の味わいでサラダと合いますし、カモミールのような落ち着いた風合いでもありますね。では続いては西伊豆産の無農薬の黒米を使った焼きリゾットです。それに柔らかく蒸し上げました黒アワビと今が旬のホワイトアスパラガスに駿河湾から届いた桜エビ、こちらが旬になっております。で、緑色のソースはエスカルゴバターのソースで、あとちょっと仕上げに濃厚な味わいの原木しいたけですね、こちらのソースをします。結構この辺り原木しいたけ盛んに栽培してるみたいでして、濃厚な味わいの、すいません、失礼します。ソースです。たっぷりとおかけします。はい。で、あと一緒に添えております卵が下田ブルーといいまして、ほんのりと殻が青みがかっているのがお分かりいただけるかと思いますが、これ下田でアロハナという南米原産の鳥なんですけども、これは本当にもうストレスのない環境か肥料などの有機のものを取り入れて大切に育て上げられた安心安全美味しい卵ですね。これを温泉卵にしています。この下田ブルーをお皿の方に落とし込んでいただいて、よく混ぜてお楽しみいただくと、すごくこの下田ブルーが加わってより濃厚な味わいとなって楽しむ一皿となっています。お茶の方は黒文字茶、黒文字って爪楊枝とかに使われますけども、これ粉末にするとすごく香りが良くてですね、コクも出てきて、すごくキノコ類とかそういったニュアンスを感じ取れるお茶の一つなので、これとこの原木しいたけ、あとは焼きリゾットの香ばしいテイスト、香りが組み合わせ的には面白いかと思いますので、どうぞ続きこちらお楽しみください。ありがとうございます。これもめっちゃうまそうっすね。原木ソースにつけて、いやー、これめっちゃうまいですね。ありがとうございます。ぜひね、この下田ブルーを落として混ぜてですね。はい、その食べ方も、はい、それするとより美味しさが増しますので。わかりました。はい。アワビだけでもね、十分美味しいんですけど、そこにこの原木しいたけのソース、山の幸の香り、そして黒米がね、すごい香ばしく表面が焼かれていて、香ばしい香りも漂ってきて、今言われたのでね、これ入れてますね、卵。お、すごい。黄身の色がめっちゃイエローだ。卵も品質が本当に高くて、この濃厚な旨味をまた付け加えてくれますね。アワビの風味に。で、このサクサクっとしたエビの食感と風味も一緒に食べるとまた違うテイストとして楽しめますね。いやー、これも絶品だな。本当この黒米とアワビの組み合わせ最高すぎるわ。で、もう一つまた新しく出てきたティーです。これもまた今までのティーと全然違う風味だわ。なんかね、こうお部屋のフレグランスとしても使えそうないい香りがね、しっかり漂ってくるんですけど、味自体はすごい優しいティーの味わいで飲みやすいですね。風味を楽しめる。いやー、これは最
最高すぎるわ。品質の高いお料理と優雅な気分にさせてくれるお茶。本日はサワラでご用意をさせていただきました。皮目は香ばしく焼き上げて、身の方はしっとりとレアな状態に焼き上げてます。あとはソースですが、これがフキノトウを加えたルールブランのソース、白ワイン、バターなどを使った、割と濃厚なソースなんですけども、そこにフキノトウをちょっと加えて、ほろ苦いテイストも一緒に加わって複雑味を増しております。それにあとはタケノコと旬の豆をいろいろと添えてご用意をさせていただきました。で、一緒にご用意したお茶は玉露でございます。これだけと思うかもしれませんけども、かなり凝縮した味わいの玉露でございます。すごく旨味がしっかりと詰まった美味しい玉露をこのお魚とご一緒にお楽しみください。はい、どうぞ。ありがとうございます。いやー、これもちょっとこう身のところがピンクがかっててうまそうだな。いただきます。いやー、これはもう焼き上げられ方が絶品ですね。すっごいしっとりとしながらも噛み締めるとジューシーな風味も漂ってきて、でこの皮の部分がねちょっと炙られてるから香ばしい香りも楽しめつつ、なんかこの普通のお魚食べてるっていうよりはちょっとしたステーキをいただいてるかのような満足感ですよね。下のソースもクリーミーな感じだけど強調しすぎない。でフキノトウがこれちょっと乗ってるんでね、こう苦味がいいアクセントになってますね。いや、このお魚料理めちゃくちゃうまいですね。もしお酒強かったらね、白ワインとかも美味しいと思うんですけど、次に出てきたのはこれ、玉露。めちゃくちゃ凝縮されたお茶ですね。氷出しのような濃厚なお茶の渋み苦みが口に広がっています。天城の天空の鹿でございます。天空のという名称は天城山の標高 1000m 以上の高地に生息している鹿でして、そこから天空のという名称がついております。鹿肉と歌っておりますけども、本当にもう臭みなどは全くなく、すごく肉質も柔らかく美味しいロースですが、こちらをご用意しております。で、一緒に付け合わせには菜花のソテーに、あとはボイルしたごぼうと、あとはそのごぼうのフリット、手前には赤いソースを添えてますが、これはビーツ、あとお肉にかかっております黒いソース、これはシェフ特製のケールを素揚げしたものをガーリックオイルに漬け込んだソースになっております。こちらをお肉とご一緒にお楽しみください。で、最後のお茶はほうじ茶をベースに山椒のパウダーを加えて作ったほうじ山椒というお茶です。ほうじ茶のしっかりとしたタンニンと山椒のスパイシーな香りとテイストがお肉との組み合わせの秀逸でございます。こちら最後にどうぞお楽しみください。鹿のお肉は久しぶりに食べますね。ナイフもすごい切れ味が良さそう。すごい。あっという間に切れちゃいました。いやー、これは美味しいですね。さっきスタッフさんが言ってくれたように、鹿のお肉なので全く臭みがないですね。まるで牛肉のように赤身の風味を存分に味わうことができますね。で、赤身ぎっしりなのにすごい柔らかく口の中でとろけていきますね。これはうまい。で、上に乗ってるこの黒いやつもちょっと説明忘れたんですけどね、なんかこうちょっとごま油のようなこう香ばしさが残る風味でいいアクセントになりますね。でこの赤いソースは少し酸味が強めの濃厚な感じ。ちょっとつけるぐらいがいい。で、この隣にあるごぼうチップスもすごくいいですね。お肉と合う。で、添えられてるお野菜、やっぱうまい。伊豆のお野菜。いやー、こんなに美味しい鹿肉初めて食べたかもしれないですね。すごいさっぱりとしてるから、ちょっとこうお腹膨れてきたんですけど、めっちゃ食べやすいし。で、またティーです。これまた落ち着いた紅茶のような具合でこうお肉の味を邪魔せず引き立ててくれますね。山椒が入ってるからね。よくよく考えたら山椒入りのこのお茶っていうのは飲んだことないかもしれないんで、また新鮮な味わいといえばそうですね。清見オレンジ、こちらを使った、一品でございます。温州みかんとあととろびたオレンジを交配させたオレンジで、静岡の清水
に清見というエリアがありまして、そこからで取れたオレンジです。すごく甘みのあるオレンジで、もう特に何もいじってません。それにあとはその清見オレンジのグラニテを添えております。まずはこちらをお召し上がりいただいて、お口の中を一度リセットしてください。はい、どうぞ。デザートでこれ、さっき口直しって言ってましたよね。すごい、初めてのケースだ。メインの前でシャーベットの口直しとかはよくあるんですけどね。いやー、めちゃくちゃ濃厚なオレンジですね、シャーベット。周りにはみかんも添えられていて、このミントの風味がね、またいいですね、アクセントとして。すっきり。桜のババロアでございます。ババロアの中にはさくらんぼのソースを詰めております。あと紅ほっぺというこの地元静岡の甘いいちごです。それは桜でマリネしておりまして、上にはオパリヌ飴細工ですが、いちごの飴細工を乗せてますので、このオパリヌをちょっと崩しながらババロアとお召し上がりいただくと、オパリヌとババロアのしっとりとサクサクとした食感といろいろ楽しめるように、はい、できてますので、こちら最後にどうぞ。ありがとうございます。瀬戸山道という藤枝の布屋の和紅茶でございます。藤枝の和紅茶。はい。チョコレートの照りの最後にご用意いたしましたので、カフェとご一緒にどうぞお楽しみください。ありがとうございます。いやー、最後のデザートまですごいこだわりようですね。この上の水飴を砕いて、ババロアとか久しぶりに食べるな。なかなか和食で出てこないですからね。このいちごは甘みもしっかりありますけど、やっぱり酸味もそれなりに強く出てくるので、そこにこうババロアの甘みですね。あとはソースもそこそこ甘みがあって、こう甘みと酸味のバランスの取れた美味しいデザートですね。でこの水飴のサクサク食感も楽しめます。そして贅沢にショコラまで出てきました。いやー、生チョコだ。とろけていく。ブランデーお酒の香りもほんのりと大人のチョコレートですね。ちょっと苦味のあるカカオの風味もいい感じ。で藤枝の和紅茶。やっぱ紅茶、チョコレートと合いますね。うまい。いやー、でも夕食はすごい満足度が高かったですね。フレンチっていうことなんですけど、ところどころに和のテイストも加えられていて、僕はやっぱ和食が好きなんで、がっつりフレンチっていうよりはこういう風な和のテイストが散りばめられている方が好きなんで、そんな中でも今まで食べたことがないような組み合わせや味付けのお料理ばかりだったんで、味はもちろん目でも楽しむことができて満足度これ高いですね。やっぱ伊豆は山も海も近いんで、素材の品質も高いですね。やっぱりね、価格帯的にも高価格帯なんで、普段は味わうことのできない非日常を体験したいって思うと思うんでね、それを実現させてくれる美味しいお料理でした。いやー、夜の温泉はやっぱり最高に気持ちがいいっすね。ちょっと空気が冷たくなって、温泉が空気が冷えると一段と体に染みて、これは最高だ。で、やっぱ大自然に囲まれていてビラタイプの客室なんで、全く物音がしないんで、本当に静寂のプライベート空間の中で温泉にゆっくり浸かれるっていうのは贅沢ですね。で、一応こんな感じでお庭はライトついてるんで、緑の景色、ライトアップも見ることができるようになってるんですよね。雰囲気もいい感じ。水盤テラスに木々が反射していて、とっても綺麗です。はい、そして風呂上がり、これをロビーから取ってきました。ハーゲンダッツ。カップタイプの食べ放題でたまにあるんですけど、このタイプ食べ放題ないですよね。僕好きなんですよ、このクリスピーなやつ。いただきます。このサクサク食感の中に美味しいハーゲンダッツの濃厚なアイスたまんないね。美味しいご飯も食べてゆっくり温泉にも浸かれて、普段はなかなか食べれないですけど、ちょっと小腹が空いてまた美味しいアイス食べれるって最高すぎるわ。
はい、おはようございます。翌朝になって、今日は空を見上げてみるとこんな感じで綺麗な青空が広がっていますね。こっち側から太陽昇ってくるので気持ちのいい日差しがしっかりとお部屋の中に入ってきて、すがすがしい目覚めですね。昨日はだいぶ悪天候だったんで、やっぱりこうやって晴れて光がしっかり入ってくると木漏れ日とかがやっぱ綺麗ですよね。聞いててわかると思うんですけど、朝もちょろちょろと温泉の音以外は何も聞こえてこなくて、静寂の空間でゆっくり眠ることができました。では朝食です。こちらでおあ、願いします。はーい。こちらですね、小松菜とリンゴとバナナで作られます自家製のグリーンスムージーでございます。こちらですね、お味噌汁が伊勢海老のお味噌汁でございまして、お作りが本日金目鯛でご用意してございます。こちらがですね、茶碗蒸しでございます。はい、朝食こんな感じで、さっきスタッフさんに言ってもらった通り金目鯛お作りと炊きたてのご飯で伊勢海老の味噌汁、豪華ですね。で、奥の方に茶碗蒸しとサラダ、これが納豆とかご飯のお供ですかね。で、この鍋がイワシのつみれっていう風に言っていましたね。いや、珍しい食材もあってうまそうですね。あとは多分焼き魚も出てくると思います。焼き魚は味が出てきました。めっちゃ大きいわこれ。ではまずはお目覚めドリンクいただきます。うまいっすね。バナナが入ってるんでちょっとクリーミーな感じがあるけど、そこに小松菜とリンゴの爽やかな風味も一緒にいい感じ。伊勢海老の味噌汁、エビの旨味が凝縮されててめっちゃうまい。朝に伊勢海老の味噌汁飲めるとは思ってなかったわ。贅沢すぎ。次、金目鯛。程よい弾力としっかりとした甘みがやっぱうまいな、金目鯛。これもね、静岡らしい食材だと思うんですけど、昨日の夜は食べれなかったんで、朝こうやって和食も楽しめるのやっぱいいね。そしてこの大きなアジ、身がプリップリでうまいわ。こんなに大きなアジね、今まであんまり食べた記憶がないんですけどね。やっぱ日本の朝食といったらアジですから、金目鯛と一緒にこれも食べられるなんて理想的な朝食ですね。ご飯のお供もたくさんあって、この海苔乗せて、この海苔もめっちゃうまいな。程よい磯の香りに甘みがちゃんとあって、やっぱり釜で炊いたご飯だからこれもうまい。そしてもう一つ気になるのがこのイワシのつみれ。すごい熱々ホクホクで、これもね結構身が大きいから柔らかい食感とともにイワシ、お魚の風味が広がっていきますね。お魚3種類も朝味わえて、しかも伊勢海老がついていて、このご飯のお供のクオリティも高いし、お野菜もやっぱり昨日も言いましたけどね、伊豆はクオリティが高いんで、全体的に一つ一つの食材の質が高くて朝食もうまいですね。伊豆らしさも味わえて。2、3日前はもう春の嵐で、そうですね。日本全国どこでも。雨がすごかったですね。はい、昨日も午前中まで。チェックアウトの日にイベントがあったので参加してきたんですが、本年度はここアバリゾーツ伊豆座魚荘では宿泊者が楽しめるイベントを開催しています。座魚荘スペシャルチケット&抽選キャンペーンというもので、2024年1月1日から宿泊した人に抽選券付きの割引券を人数分配っているんですね。そこに抽選番号が記されていて、その抽選券でのプレゼントキャンペーンをやっているんですね。そこで発表される豪華景品がこんな感じで、座魚荘で使用できる割引券1等はなんと10万円分の割引、2等が5万円分で3等が2万円分の割引になってます。
これを宿泊費やお食事中のドリンク代などで利用することができます。他のお宿では見たことがない取り組みなんで面白いですよね。こんな感じでアルファベットや数字が書かれたボールを引いて当選番号を決めるんですけど、当選ナンバー1等は A169 A の169番のチケットをお持ちの方です。おめでとうございます。2等は AB 共通で169チケットをお持ちの方です。そして3等は AB 共通で下2桁6969番をお持ちの方、当選となります。1等2等3等ご当選されました方、改めましておめでとうございます。抽選会今年度あと3回ございます。今回当選されなかった方もチケット大事にお持ちになってください。当選された方にはこの後ご連絡をさせていただきます。また SNS でも配信をいたします。では以上をもちまして抽選会を終了とさせていただきます。皆様ありがとうございました。作業所は皆さんのより一層の環境を作り上げるためにアワーグループがこの数年間約30億円を投資して新たな増築、改築、リフォームを行いました。作業所は、今年ですね、2月で56年を迎えることができました。10年前までは和食のみでしたが、現在はフレンチと鉄板焼きと3種類、料理ございます。私たち作業所社員一同は新しいものにチャレンジしつつ、何しろ、旅館は文化の継承ですね。私文化を継承していくことが一番大事だと思ってますので、これからも皆様のご協力とどうぞよろしくお願いいたします。私から今日もご挨拶です。ありがとうございます。そして今回はこんな感じで豪華フィンガーフードの用意があったので、抽選会の前後にお食事を楽しむこともできました。お宿のシェフの方が作ったものなので、夕食朝食と同じくシェフの方の思いが込められた美味しいお料理ばっかりで、参加者の方々とお話などを楽しんで、抽選会でも優雅なひとときを過ごすことができましたね。今回が抽選キャンペーンのイベントは初めてだったということで、2回目以降のイベントは中身が変わるかもしれませんし、どんな内容になるかは分かりません。あくまで参考までにということで、宿泊した方は時間が許せばこのイベントに参加してみるのも面白そうですね。なんと今回宿泊してたら小野田さんも来ていました。花ちゃんとのツーショットでいやまさかびっくりする苦しみね。小野田さんは今日宿泊されるということで。そうですね、今日やってきましたので、これからちょっと楽しむというので、はい、先ほどイベントに参加して美味しくいただいておりますですね。二重に僕の動画と小野田さんの動画両方楽しんでください。ありがとうございます、美味しいですか？それ美味しいです。めちゃめちゃありがたいですねさすが、食いっぷりがいい小野田さん。ここ座予想は風光明媚な伊豆、別荘の中にある手つかずの自然と50年を超える伝統美が顔に立つ老舗。日本の伝統文化を未来へ継承していくことを大事な使命と考えています。またお食事は地元の漁港のこだわりの鮮魚をあしらった若い席の季節折々に伊豆や静岡の旬の厳選素材を提供するコンテンポラリーフレンチや鉄板焼き、料理長が腕によりをかけたお料理でお待ちしております。ご宿泊の際にはどうぞ日本の文化やおもてなしに包まれながらお過ごしください。